100点のアートクレヨン画展。今年も開催。あなたの力作待ってますよ。そうしたら、この1、2、3となんでなったかっていうと、光がこっちから来てるからなんだよね。ここのところを思いっきり暗くした方がいいと思います。そうすると花がですね、すごく強調されますからですね。はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。お元気ですか？元気。柴崎の周りで、もう今ね、セミがね、いっぱい咲いて、いっぱい鳴いてるんですね。でも、ね、場所によっては暑すぎて、本当に大変というところもたくさんあるようですね。あなたはいかがお過ごしですか？ね、無理せず、涼しいところでね、お過ごしくださるといいなと思ってます。いつもね、柴崎の動画を見てくれて、本当にありがとうございます。たくさんのコメント、高評価。もう本当にね、暑い中でも何よりもの励ましになりますね。はい。さて、今日はですね、久々に、柴崎が出題するオンラインサロン、シバーツのメンバーの方の作品の中からね、選んで、添削をやってみたいと思います。この添削動画はね、ノーカット、ノー編集でお届けします。だから、ね、どのくらい時間かかるかやってみないとわかんないんですけども、ゆっくりね、涼しいところにね、お休みしながらご覧ください。それでは、添削動画、行ってみましょう。はい。はい。それでは、早速ね、見てみましょうね。たくさんね、素敵な、絵がありますのでね、どれにしようかな。パッとわかりやすい、作品選びますね。このお花にしましょうか。よいしょ。はい。篠野さん、10歳の方ですね。はい。ひまわり。父の日にあげたひまわりを描いてみました。柴崎先生のアートクレヨンで描かせていただきました。ちゃんと丁寧語とか尊敬語で書いてあるのね。ありがとう。ひまわりの光の入り方に気をつけて描きました。光の入り方に気をつけて描いたんだね。なるほど。それで、お写真が、これか。ねえ、素敵にまた写真撮りましたね。これ後ろは暗い、これはテレビジョンかな？なんかを背景ね、お写真撮ったんですよね。これはすごいアイデアだよね。で、光の入り方を工夫した。そうかそうか。じゃあ、篠野ちゃんがどう描いたか見てみましょうね。こうなったんだね。なるほど。はい。まずね、いいとこいっぱいあるんだよね。なんていうのかな。このお花のね、描き方がまずはとてもいいんですよね。お花ちょっと向きは変わってね、こっちから見るとこういう形、から正面から見るとこういう形、こっちは少しこういう感じとかね。正面から見るとひまわりですから円形なんですけども、これがね、ちょっと横向くと、楕円になって、ちょっと傾いたりしてるんだよね。そこ、すごくよく掴んでると思います。で、アートクレヨンでね、こういう色の作り方ですよね。こういうのうまいし。素晴らしいんですね。ちょっと柴崎だったらっていうことなんですけども、最初のお写真、ね、後ろ暗くしてありましたよね。あれを今回は紙の白のままなんだけどね。アートクレヨンで塗るの大変かと思うんだけども、ここが暗い方が、さっき写真で見た通り、ひまわりがパッと明るく見えたでしょ？ああいう感じが大事かなと思うんだよね。だから、一般的に背景はね、なんかこの紙の白いままって、残すことが多いかと思うんですけども、だけどこのひまわりをもっと印象強く見せるためには、後ろね、全部暗く塗ると。そうするとこのガラスもね、もうちょっとね、表現がしやすくなるからね。そんなこと。それから、
もう少しこう、光が来た時の、この3つのですね、このひまわりが光に対してどう見えるかということを、アートクリエうまくできてるからね、柴崎、水彩でちょっとね、添削してみますね。はい。それでは、やってみましょう。さあ、それじゃあ、やってみましょうね。縦画面ですね。ちょっと、周りを整理しましょうかね。マスキングで、ちょっと周りを整理しますね。どのくらいかな。このくらいのサイズでいいかな。よいしょ。ね、このひまわり。今夏ぴったりのテーマですね。形も比較的捉えやすくって、色もわかりやすいからですね。本当に夏のね、絵を描くには、もう皆さんにね、柴崎もおすすめですね。このくらいの長さでいいかな。はい。今日は、ノーカット、ノー編集でですね、お届けしたいと思います。縦横こんな比率かな。よいしょ。はい。こんなでいいかな。はい。それでは、形描きましょうね。形は基本的によくできてるんですよね。ここに器が、こんな感じかな。こんな感じであって、これにこう床があって、こう出て、ね、ここの形上手でしたよね。この楕円ね、なかなかいいと思います。こう見て、で、ここら辺にこう見ていって、これにこうかな。それでこっちに少しこういう感じ。ね、こう重なってるんだよね。こう。真ん中があって、この真ん中のこの位置にもよってね、こう、傾きがよくわかるんですよね。これはこの辺に。でこれなんかもですね、こっちの花弁が短くてこっちの花弁が長いんだよね。そうすると、こう横を見た感じがね、よくわかるわけです。こうでしょうか。で、こう入って、こっちにこう入ってきて、ね、こんな感じ。こんな感じの葉っぱがついて、ここもなんかちょっとあるんだね。ここは、なんかこんなんで、こっちゃ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 。こうかな。で、ここに器が。ね、この楕円も上手に描けてるよね。楕円、なかなか、ね、こう手強いと思うんですけど、で、これがこう来て、ね、こういうとこもよく上手に描く。こうだよね。で、こう来て、こう来て、こうなって、こうですね。はい。で、あとは、これ、こう二重に重なってるのかな。大体ですね。こんな感じで。こんな感じで、こんな感じで、次々と書いていくということでしょうか。こうだよね。その後ろにも、こんな風に、ちょっと見えるかな、みたいな感じでね。最初にこれを書いておくと、すごく楽なんだよね、書くのね。こうかな。こっちもこう見えて、こう見えて、次。これ横が見てからこのギザギザが見えるんだよね、よくね。で、こうなって、くっついたとこもあるし、大体ですね。こうで、こうなって、こんな感じ。こっちはこうなって、で、こっちが長いんだよね。こっちが短い。見えるんだね。同じ長さなんだけど、そういうふうに。で、違って見えると。で、それをやると、こう見えた感じになるというわけなんだね。こういうところも本当に丁寧にね、こう見ていてとってもいいと思います。はい。これ何でしょうか。それで、ですね。
ここに水が入ってんだよね。水が、この辺に入ってんだ。こうやってね。はい。で、影がですね、影も大事でしょうか。影描きましょうか。こうなって、こうなって、なんかですね。はい。少し、こう光が来てるんだよね。光はこっちから来てるというわけですね。はい。ですので、光の、だからこれ3つこうあるんですけど、こうやってね、光がこちらから来てるから、これが一番明るい。これが少し暗い。これがもうちょっと暗いと。大きく見ればこういう感じですね。はい。1、2、3っていう暗さの順番ですね。これをやるとね、もっとはっきり。だから、そうですね、寄せてくださった絵は、これが少し暗くなってるからですね。でも、光こっちの方だと多分これが一番明るいので、順番としてはこうかと思います。それからもう一つは、この花と後ろの関係だったんですよね。これがですね。こう花なんかね、こう大変こう、みんなこう上手に描いてあるんですけども、これをですね、この最初の、お写真がね、すごく良かったからね、ああいうことを参考にして、こっちをこう、後ろね、こう暗くしてみると、どんな色でもいいんですけども、こっちをこう暗くするとですね、こう、明るい花がですね、こう、はっきりこう浮かび上がってきますので、こういうことですね。明るい花を描きたかったら、後ろを暗くすると。だからこれが、こういう賭けですね。これはちょっとこうなってるんですけども、明るいからの差がですね、これ非常にこう、少ないんだよね。だから逆に、この花よりも、こっちの後ろですね、こう思いっきり暗く塗ってしまうと、ですね、こうやって暗く塗ると、花がパッとこう、明るく見えると。で、その中でちょっとこう色を入れるという感じかなと思います。この2つの考えでね、ちょっとやってみますね。はい。で、ではですね、もう色も大変上手になって塗ってあるので、まず、しばつきは今日透明水彩でやりますからですね。まず、明るい色ですよね。で、これで、まず、透明水彩は、こう、はみ出てしまっても問題ないので、こうだよね。もちろん紙の白残ってもいいですが、綺麗に塗らなくて大丈夫なんですね。で、もちろん次も同じことなんですけども、こうですよね。はい。みんなそうなんですけどね。みんなそうだから、それもやりますけど。こうで、こうだよね。はい。ちょっと乾くの待ちましょうね。重ね塗りしますので。その間に、これ葉っぱのとこも、これは緑なんですけども、黄色を先に塗っとくっていうのはいい方だと思います。こうやって。ですね。はい。こんな感じです。それと、床も、茶色っぽい色なんですけども、せっかく今黄色を溶いたので、ちょっと塗っておきましょうかね。こうやって塗っておくと。もう色の調和が取れてっていうか、こう塗っとくとなんかもう絵ができてきたような気がしますよね。こんな雰囲気でしょうか。で、これがこっちに入ってるんだよね。はい。だからそのまま入れていきます。そうですね。下の方にここに明るい光が溜まってる可能性があるので、ちょっとこう、紙の白を残してですね。こうでしょうか。こう床、これ透けて見えますもんね。だからこのままこう塗っておいて、はい。こっちもみんなこうですね。よいしょ。こんな感じでしょうか。はい。塗りました。
ですね。はい。こっち、もうちょっと乾くので、じゃあ先こっちやりましょうかね。床の色だから赤茶けたような、まあどんな色でもいい。黄土色でもいいかな。こう、あ、見えなかった。ごめん。こうだね。それで、まあちょっと足しましょうかね。火砕燃料にというか、まあ画面の上でちょっと混色ですね。はい。こうでしょうか。よいしょ。これね。これ横のタッチでこう塗ってるの、すごくいいよね。こう、なんか平面感っていうかね。この床が平らなんだよっていう感じがね、よく伝わってきます。じゃあ柴崎を真似しまして、バントシェンのあたりでしょうかな。はい。こんなんで、こうですね。で、こういう時こう、手前をちょっと濃いめにですね。こうやって、だんだんこう薄めにこうやるとですね、こう床にこう奥行きが出るんですね。はい。そんなことがあります。こうでしょうか。はい。それで、ですね、後ろの方ですね、こう、ちょっと大げさにやるにはですね、ちょっと黒なんかをですね、こうにしようか。こうやって、今って筆にこの茶色がついていたからこんな色になったんだけど、こんな色でいいですよね。で、これをこう薄めまして、薄めてですね。で、こんな色でこっちこう塗ると。こうです。こう。そうするとね、こう床にね、手前奥って感じが少し出てきます。まあ、きちんと塗らなくていいんですよね。こんなんでいいと思います。はい。床にこう奥行きをつける。なんか平らな床だぞっていうね。はい。さあ、そうこうしてるうちに乾いてきたでしょうから、こうですね。お花です。今度はイエローのディープを解いてきまして、ですね。こっちから光来てるので、ここは最初のこの色をこのまま尊重してね。こう、なんか資料の見ると、ちょっとこういうとこ暗くなってたり、例えばこういうとこですね。こんなになってたり、それからこっちの花びらの裏側ですね。こういう暗いとこ、ちょっと加えるだけです。ここは基本的には一番明るいんですからね。で、今度はここですね。はい。ここはですね、まず塗ったんですけども、この上からこうやって、きちんとじゃなくていいんですよ。ちょっとこんな風に重ね塗りします。こうです。そうすると、これよりももっと暗い。でね、こういう感じになってくると思います。それで、黄色ももっと強い、はっきりした黄色ですね。そうなってきます。はい。じゃあ、こっちはどうするか。こっちはこうだよね。だから、今のイエローディープとね、今度は同じ隣の仲間の、例えばイエローオーカですね。こんな色を加えて、それで今度は塗ってみます。ここですね。それで、1、2、3ってなったらいいんですよね。じゃあ、やりますね。ほら、少しこっちも暗くなったでしょうか。で、これもさっきと同じようにきちんと塗る必要なんですよね。パッと塗っていけばいいし、塗り残したところがあって全然いいんですよ。かえってその方がいいと思います。1、2、3ですね。1、2、3。はい。で、そんな感じになったでしょうね。そうしたら、この1、2、3となんでなったかっていうと、光がこっちから来てるからなんだよね。そうすると、だんだん日陰になってくるというわけです。だから、1、2、3となったんだよね。つまり、これすごく明るい、眩しい。これは少し光当たってる弱い光。これじゃかなり日陰というわけですね。そうすると今光の強さはこれでできたんですけど、だんだん日陰になってくるということが必要ですよね。日陰になった色をここで作りましょう。どんな色のでもいいんです。この緑かブルーか、どれかです。はい。
難しかったらですね、この今黄色塗ってありますから、黄色の隣の緑。これは友達だよね、隣だからね。どれでもいい。ここら辺の色っていいです。少しこう加えてあげます、こうやって。はい。そうするとね、こう重ねると、少しほら、なんていうか、日陰っぽく見えるかな。うん。それをですね、またこうやってですね、これきちんとじゃなくていいんですよ。こう、重ねていきます。はい。こうやって。こんな感じかな。こうかな。はい。ここのね、こう、色作りがね、できると、日向日陰がね、こう、見える絵になるんですね。こんな感じかな。で、こっちも、ここら辺ね、日陰が多いんですよね。写真見てもわかると思いますけど、こうなって、ここら辺まで日陰かもわかんないですね。ここでもこうやって日陰に見えるかな。こうだよね、多分ね。つまり、こっちは日陰がもう日陰ね、あってもね、こういうとこちょっとだけなんだよね。ちょっと。で、こっちは日陰もあるんですけど、でも結構まだ日向もある。こっちはですね、もうほとんど日陰。ほとんどですね。そういう雰囲気ですよね。この割り切ったね、この書き方。これでね、こう向いてますよって感じに出てきます。はい。あとは写真見ながらね、少しこうやればいいんですけども、それにもうちょっと暗くしたいなと思ったらですね、茶色みたいなこんな色ですね。こんな色も、こう少しこう加えて、もっともっと暗いかもわかんないとこあったらですね、ちょっとこの根元のとこでしょうか。こういうとここう加えると、もっと立体っぽくなるんですけども、そのくらいかもわかんないですね。あんまり写真撮りに行かなくてもいいんですよ。はい。で、書きました。そうしたら、今度はここ真ん中ですよね。ここ種になるところですね。めしべが一番いっぱい集まってるのかな。こっち見ると、ちょっと赤茶けた茶色のように見えるかな。絵ですから、ちょっと誇張して色でもいいんですけどね。赤っぽいとかですね。そうでもいいんですけど。あるいは、少し写真に近寄せるとしたら、これウルトラマリンなんですけどね。こうやって、少し赤紫のような色。こんな色して、ここを塗るわけです。で、この時に、写真に実物とかですね、参考してるんですね。こういう丸い形を頭に置きながら、こっち側から被ってる花びらを、残すつもりで、こうですよね。はい。塗ります。と、今度はこれは、もっと日陰っぽくなるわけだったよね。だからこの色にさっきのウルトラマリンをもうちょっと余計に加えてきまして、これをね。で、こう塗ります。こうかな。絵としてはもうちょっと赤い方が綺麗かな。じゃあちょっと赤っぽくしますね。しけ。あんまり赤っぽないとね、ちょっと味気ないよね。こんな感じで、こうでしょうか。はい。で、こっちはもっと日陰っぽいってわけですよね。少し大げさにウルトラマリンを余計にしてきまして、こっち。このくらい大きいのかな？こうなってんだろうか。こうなって、ちょっとこれギザギザってしてるかな？こういう雰囲気だね。こうでしょうか。で、こうですね。絵ですからですね。絵ですからってことないか。これ境目のとこですね。もうちょっと日陰っぽくして、どこ、ちょっと溶け込ませるようにすると、もうちょっといいですよね。で、これだけはやけにはっきりと形主張してしまうと、一つの花みたいな感じがね、
なくなるといけないかなと思うので、ちょっとやってもいいかな。で、こうです。今花がちょっとぼんやりしてますけども、後でこっち塗りますので、そうすると花が見えてくると思います。それを楽しみですね。で、今度は葉っぱですね。はい。葉っぱ最初黄色塗って、ね、イエローレモンを塗ってありますので、なんか明るい緑ですね。こういうのを溶いてきて、混ぜてもいいんですけど、ここに重ねてあげましょう。これ一番強く光が当たってるところ。ここも似たようなものかな。こっちに来るとちょっと日陰っぽいんだよね。だからこうで、何か日陰っぽいので、例えばこのビリジャンって冷たい赤グリーンなんですけども、そんな色、あんまり緑だとちょっと赤出しましょうか。この方がいいかな。で、こうですね。こういう風にちょっと塗って、こっちも日陰っぽく少ししてもいいかな。こういう時も葉っぱの根元のとこは日陰でもいいですね。こんなことをすると、こんな風にですね、立体に見えてくると思います。はい。ちょっと他の色足した方がかっこいいかな。このくらいでいいかな。はい。で、今一応だいたい書いたんですね。はい。書きました。で、それがそう見えるかどうかですね。じゃあ、その前に、こういうとこもちょっと書くかな。写真見るとちょっとブルーっぽく見えますよね。これは光の屈折の具合かと思うんですけども、あんまりただ強いブルーじゃないですよね。明るいブルーを溶いてきて、こう重ねて、でも結構、床の色も透けて見えますよね。今使ったような色を混ぜながらですね。こうやって、こうかしら。こう書いてみる。で、こっちもこうなっていって、こう。これは、本当にこれね、光の屈折っていうかね、そういうのがありまして。だからここのやつ光ってますよね。はい。これも光ってると思います。そういうと紙の白をできるだけ残すようにして書くといいんですよね。こんな風にいいかな。はい。結構暗いとこもあるからですね。思い切って暗いとこがあるから、逆に明るいとこに光が集約するんだよね。それがガラスの面白いとこですから、こういうとこね、ちょっと観察されるといいと思います。急にガラスっぽくなりますからですね。はい。で、そう書いた。これ、絵の具が下がってきたね。これも面白いよね。偶然にできた。水彩で。やったね。こういう感じが大事です。では、いよいよ、後ろを塗ってみましょうね。後ろ暗くです。暗いどんな色でもいいんですよね。ただ、この色とあまり同じになるとつまらないかもわかんないので、どうしようかな。これプルシャムブルーですね。今考えてますけど。暗いなんか色です。これビリジャンですね。とにかくこのような暗い色を動員してきます。暗い色を集めてくるんですね。赤。これ暗い色ですよね。クリムソーネキなんですけども。混ぜまして、ちょっと塗ってみましょうね。この色とは違うよね。こんなんでいいかな。じゃあ塗ってみますね。それで塗るときに、花びらの、柴崎塗ってるのはこれ透明水彩ですからね。ちょっとデコボコ感を、少しなんですけど、意識して、塗ってみると。そうすると、いいかと思うんですけどね。こうなっていて、こっち、飛び出ていて、こうか。ですね。で、ここで、ポンとこうなってんだ。こうなって、こうなってる。で、あと全部ですね。塗ります。はい。こうでしょうか。で、このとこ葉っぱがあるんだな。じゃあ、後で書き出しましょうね。で、切って、こんなんでいいかしら。で、こっち、フラット塗りですね。はい。で、このまんま、
こうなってきて、ここだ。よいしょ。ガラス。ここかな。ここのとこがこう映ってるのね、見るとね。なんかあんまりこう分かりづらいものはですね、ちょっと無視しちゃってもいいかと思います。で、こうですね。はい。そうですね。上の方を暗くして、だんだん明るくしてくると、こことても明るいのでね、ここあんまり暗くすると、ここのコントラストが強すぎてしまって、こっちが目覚めなるといけないので、ここのところ、ここを思いっきり暗くした方がいいと思います。そうすると花がですね、すごく強調されますからですね。こうして、こう、で、大体でいいですよね。こう思い切って割り切って、書くといいかと思います。で、こうなって、ちょっとこんな感じかな。で、こうさせて、こっちを塗っていきます。ここんなでかくないな。ここんなでかいはずないね。ここもっとこうだわ。だいたいこういう形だもんね。うん。そこが肝心だよね。ここ塗るときに最初のこういう形を忘れてしまっていけないんですよね。はい。自分で一番最初に考えた基本的な形。そこをもう一回思い起こしながら、こう塗っていくというわけですね。それ肝心だよね。塗りながら自分で一番最初に考えたことを忘れてしまうと、ね、ちょっと残念っていうことになりますので、例えばこうでしょうか。で、こっちこうだよね。で、水彩をこう描いてるうちに一人でにこうですね、色のっていうか明るいくらいの変化も出てですね、すごく面白い画材なんですよね。うん。またこうやって足らなくなったら色を作りまして、はい。ですね、プルシャンブルーとビリジャンとクリムゾン液ってね、最も暗い色で集めてきました。はい。で、こうやって、ここのとこもまたこう塗るんだけど、ここのとこがこう、とんがっているな、みたいな、ここだよね。よいしょ。はい。これ塗りすぎちゃうと、ちょっと残念なことになっちゃうからですね。だんだんね、あんまりこう、丁寧に見ていくとですね、ついね、気がついたときに、花の形がですね、なくなってしまうってことがあるんですよね。だから、あんまり細かなものを、ここの中で、資料からですね、あんまり見すぎないで、最初の大きな形をですね、やっぱり忘れないね。あるいは、どうしてもですね、フリーハンドでなかなかわーって描けなかったら、ある程度鉛筆で、形描いておいてもいいかと思います。ただ、またそれ逆にこだわりすぎて、なんて言いますか、あんまり丁寧にですね、塗っていくっていうのもですね、絵としてはちょっと見たとき楽しくないからといってどうしようかな。そういうことなんですよ。はい。ね、描きながら時々ご自分の絵をですね、下がってみて、はい。どう見えてるかですね。そこのとこだけちょっと注目して、検証してみたらいいかと思います。このくらいでいいかな。こうやって、ほら、後ろだんだん暗くすると、花が浮き出てくるでしょ。ここですよね。一つ。とても上手に描けていたんですけども、その写真があんまりにもね、また効果的にうまく撮れていましたので、その考えもいいですよというお話、今してるわけですね。はい。でもね、本当に、ね、まだまだ小学生でこんなに描ければもう、基本的には十分なんですね。ただ一般の方たちが、この添削動画を見てくださってるという前提で、ね、大人のあなた、あるいは、ね、違う高校生のあなたが書くんなら、こういうところの、工夫もあったらいいかなという、そういうことでね、お話していますので、理解してくださいね。で、これの形を忘れないようにしてですね。はい。
でしょうか。こうですね。で、こっちも、同じことになるんですけども、はい。こういう形を忘れないようにして、こうでしょうかね。で、ここと、で、ここの葉っぱの形をちょっと残して、よいしょ。こうかな。ねえ。水彩ってこういうところが面白いんですよね。こう塗り残しながら、その形を作るというわけですね。はい。で、こうなって、ここがこうか。こうなって、こうだよね。はい。あとはいいかな。で、こっちも、なんとなく、こうで、こうか。こうなってんだよね。うん。で、こう。で、今度はこの形を、こうしてくる。で、こっちがこうなって、こうなって、こうだ。はい。よし。売りましたね。それでこのだんだん明るくですね、下の方ですね。ここが明るいからですね、あんまり差を強くつけすぎないように、こうなります。で、これが透けて見えるというわけですね。はい。今のようにね。なんか少し、ちょっと他の色を加えた方が、ね、このままじゃないぞっていう感じがしていいかもわかりません。それで、まず、これちっちゃい紙に今書いてますからね。ちょっと面倒なんですけども、はい。柴崎、頑張ります。こう書いて。こうだよね。で、こうやって、こうでしょうか。はい。ここはちゃんと楕円に見えた方がいいんですけど、今回の趣旨はそういう話じゃないので、大体っていうことで、こうやってきて、でですね、ここにちょっとハイライトが見えるかと思います。それは大事に残した方がいいですよね。はい、これですね。ということは他をこう塗ってみるということになるでしょうか。で、特にですね、こっちもちょっと光ってるかな。はい。こうですね。これで光って見えてきたでしょうか。よいしょ。はい。それで、ここじゃないんだよね。すいません。床がつけてるんだよね。こうだ。ごめん。こうだよね。はい。つい書いちゃいました。こうですね。よいしょ。すみませんでした。はい。こうなっていて、で、これは水面の高さの部分でね。こうなってんだ。うん。で、さらにですね、ちょっとこの、ガラスのことを今回あれじゃないんですけど、こう光った周りをね、ちょっと余計暗くするといいんですよね。そうするとね、もっと光った感じになってきます。それから、ここの線なんですけど、白い線もあるんだけど、白くない線もあるかね。こんなことでね、ガラスっぽくなるんですよね。はい。全部ですね、白い線じゃないんだもんね。はい。こんなんかな。これとこもちょっと暗く入れた方がいいかな。こうだよね。で、こっちもちょっと暗い調子が入ってくるということだね。はい。で、ですね。これが、こっからこう入って、こうなっていると。色がちょっと違うかな。大体で勘弁してもらえるかな。はい。こうですね。こうかな。こうで、こう
こだよね。こんな感じでいいかな。もうあとはその他大勢でこうやって、これは、まあ、大体ですね。日向と日陰。こうかな。で、まあ、これ、ちょっと、うるさい線消しますね、ちょっとね。はい。ここ消した方がわかりやすいですね。はい。こうなっているわけですね。ノー編集、ノーカットでね、お見せしますからね。はい。いらないとこ消しましょう。よいしょ。どうかな？見えてきた？まあ、こんなことなんですよ。で、まあまあね、これ周りがガチャ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 うるさいですから、さっき塗ったような色ですね。それで、ちょっとお待ちください。ですね。こうやってですね、こう塗ることで、まあ背景の一部とこう一体化させる。こういうとこは光ってとても明るいからいいんですけども、そうでないとこですね。こう一体化させます。だからこれが手前でこれが奥ということでしょうから、やっぱりそこには明度差が必要ですね。例えば、こういうのが、これが手前ですよね。はい。これが手前に見えてくる後ろ、こう暗くはこれが手前に見えるわけです。まあ、常になんかそういう関係にあるんだということですね。で、これが手前にこう見えてくるというわけですね。まあ、あんまりこう、固く、まあ、四角四面ですね。手前と奥をこう、あんまり説明しなくてもいいんですけども、まあ、そういうことがあるという話ですね。はい。それでちょっとこう、オーバークになったところですね。それから、まあ、説明不足のところですね。そういうところを若干こう修正していけばいいかなと思います。はい。これも、こんなんかな。こうだよね。こうでこうだ。こうだ。自分の絵に合わせてですね、少し、まあやってあげるということですね。このくらい。よいしょ。もうちょっと暗い方がいいかな。ですね。このくらい。ちょっとお待ちくださいね。こう。まあなんていうか、絵ってこう、なんて言いますかね。工業製品ではないのでね、こう本当に人間が描いたね、例えば書き損じだとかね、からちょっと塗り添えたりね、ちょっとはみ出てしまったとかですね。逆にそういうのがあった方が、なんかね、こう不完全な人間がね、こう AI じゃない人間がね、こうやってるんだ、とかね。そこが人間っぽくていいと思うんだよね。だから、こう、だんだんね、こうなんか完全にしたいっていう欲求がふつふつと湧いてくるかと思うんですけども、ね、やっぱり、終末期なんか特にね、不完全なエッセイするので、まあそういう人がですね、そういうのがこう一生懸命書いて、まあ非常に努力してるとかですね、自己弁護になるんですけども、なんかそういうのがこう伝わった方がいいかなと、まあ正直はね、そんなふうに考えてるんですね。はい。だから逆に、私なんだこれこう見ようかな、みたいなですね。あれ、ここにこんな色がちょっとこう感じられるんだけど、みたいなですね。そういうものがこう入ってきて、まあ絵がだんだんこう出来上がるとかですね。例えばこう描いていって、いや、ここに葉っぱがあるからこっちにちょっと緑こう加えてみたらどうだろうとかですね。何かそういうふうな、なんか自分でどうかな、こんなのやってみたらどうかしらとかですね。そういうのがこう、まあ終始そういうことにこう、
ね、こう楽しみを見出すようなっていうかですね、なんか、表現っていかがなもんでしょうかとかね、こう思うんですよ。こうまたこうやってね、少し、ちょっとこう、色を足してみたらですね、こう、終わりになる従って、こうやってですね、もう一つずつこうしてですね、こう、こう、ね、こうやったり、こうやって色を足したりですね、してみると。はい。こうですね。こうやって、そこがこうですね、こう絵として、ね、面白さが増すかなというふうに思ってます。ですね。で、光はこっちが来てますよ、みたいな。で、まあ床に落ちた部分が、ですね、こう、ちょっとお待ちください。床に落ちた部分ってちょっと暗いんですよね。はい。こうで、ぐっとこうね、ペッ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 ってこう、光が溜まってますとかですね。はい。こうかな。それで、キュッ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 ですね。はい。どうかしら。じゃあ、いらない線消しますね。はい。で、何分かあったかな。ここ剥がします。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。で、こうですね。消しまして、はい。どうかしら。はい。こんなんね。で、ですね。じゃあちょっとコメント書きましょうね。まあもうとにかく、今は、花のとても上手ですよね。はい。まあ、ですから、まあ、ひまわりというだけあってね、こう、光が当たった方を、例えばここですね。特に明るくですね。明るくということです。から、まあ、今回、どうでもよかったんですけども、例えば、ガラス瓶ですね。の、まあ、表現。から、床も、例えば、ここですね。後ろと前ですね。こう、ちょっと書き分けても面白いでしょうね。あと、とにかく花びらが、なんかね、光のことをとてもこう、ね、考えてくれたようですから、まあ、まあ、そういうことで言えば、ですね。こう、光に向かっての順番ですね。順番を考えるということですね。それからこの明るい花なので、ここをですね、暗くすると。よいしょ。ということなんですね。はい。さあ、以上なんですよ。どうだったかな？はい。ね、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい。
ねやったんだけど、どうだったかな？本当にね、小さいお子さんがアートクレヨンを使ってね、一生懸命描いてくれたひまわりでしたね。本当によくできていたよね。素晴らしかったです。小さいお子さんとしてはもう十分よくできているんだけども、この添削動画はね、親をちょっとお勉強している人からですね、それからもっと楽しみたいっていうね、そういういろいろな方に向けてやっておりますので、柴崎は、透明水彩を使ってね、いろいろな角度からね、お話しさせてもらいました。はい。ね、参考にしたり、楽しんでいただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。今回はこのアートクレヨンでね、描いてくれたんですけども、100点のアートクレヨン画展ですね。もう、作品、受け付けています。でね、もう柴崎のところにもね、続々、来ているんですよ。その中からね、ちょっと目に留まった作品、あなたに、ね、お見せしますね。まず1点目は、これです。ほら、すごいでしょ？お姉ちゃんと弟か、なんかわかんないんだけど、ね、生まれた小さい赤ちゃんを見てますよね。もうすごいね、よくできているし、何か顔の傾き具合とかね、それからちょっと見える表情、赤ちゃんがお兄ちゃんお姉ちゃんを見てるね、そのお顔とかね、あと細かい部分の表現とか、もうすごくよくできてますね。こういうね、ご家族の絵なんかもいいですね。はい。それからもう一点、これです。はい。ね、アジサイの絵ですね。アジサイもね、ちょっと額アジサイっぽい花かな？花びらのね、一枚一枚。それから、塊のね、色の変化とかね、そういうのも非常に丁寧に描いていて、もう観察力も表現も素晴らしいですね。このようにね、本当に身近なテーマ、身近なモチーフでいいんですね。はい。柴崎はあなたの作品をね、この街にしております。それからね、このアートクレヨンの講座、いつも月に1回やっております。それから講座といえば、水彩を使った講座があるんですね。これは柴崎が主催する、月に1回の水彩画講座です。それから NHK 文化センター青山教室の水彩画講座ですね。ちょっと色が違うとかね、ちょっとはみ出しちゃったとかね、あってもそれも大丈夫。それを絵を描く楽しさだからね。画家柴崎春道さんと楽しく描く水彩画。細く描いたり、押し付けると太くなる。少しお水を加えて明るくしてから。びっくりするほどうまく描けると話題になった E テレ。3ヶ月でマスターする絵を描くの講師、柴崎春道さんと楽しく水彩画を学ぶ講座。小中学校の授業でうまく描けなかったというあなたも大丈夫。教え方の達人、柴崎さんの水彩画の魅力を引き出すテクニックで楽しく学び、上手に描くことができます。左右に手を振らすように、ギザギザギザっと。会場受講は手ぶらでご参加いただけます。ネットで見てるから大丈夫かな？オンラインで受講も可能。塗り残してもいいんですよね。かえって塗り残すぐらいのね、達人みたいでかっこいいんですよ。うまくいかなくて。参加者のお悩みに柴崎さんが描き方のコツをアドバイス。ツートンカラーのおまんじゅうみたいな感じ。ちょっと持ってきて。いいですよ、これで。ちゃんと立派なお山にかけてると思います。ここでギザギザしたお山に自分なりのパターンを描いていけばいいわけですよね。ここの木ですね。もう少し暗く描いてあげると、この山が遠くに行って見えるんですよね。会場参加者には直筆サイン入りの限定ポストカードをプレゼント。柴崎さんとの握手やツーショット写真撮影、そして後から復習できる見逃し配信の特典付きです。E テレ
3ヶ月でマスターする絵を描くで、柴崎さんが描いた原画の展示も行います。柴崎さんとの講座で水彩画の世界を一緒に楽しみましょう。この3つの講座、いずれもですね、この動画の概要欄をご覧になってお申し込みください。柴崎と一緒にお絵かきしましょう。はい。さあ、ということで、今回は久々に添削動画をやってみました。また、もう4月のメンバーね、続々と素敵な絵ね、寄せてくれていますからね。ちょっと、シリーズ的に添削動画をやりますね。楽しみにお待ちください。はい。ということで、本当に暑いですから、お体に気をつけてください。はい。今日も、ね、柴崎の動画、見てくれて本当にありがとう。またすぐにお会いしましょう。はい。柴崎でした。